私は10年前、同じ高校の2年先輩の男性と恋に落ち、16歳で妊娠、駆け落ちして出産しました。10年間幸せに暮らした夫と死別して、子供を連れて実家に戻ると、姉からは厄介者扱い。そんな姉の結婚相手は思いもよらない人でした。運命の恋、運命の相手という存在。そんな人に出会ってしまったとき、人はその運命に抗えるものなのでしょうか。私は16歳の時に運命の相手と出会ってしまいました。現在私は26歳ですから10年前の話です。私の名前は愛理。9歳の女の子と7歳の男の子を持つシングルマザーです。私が運命の人、優斗と出会ったのは高校に入学してすぐのことでした。彼は同じ高校に通う3年生で、職員室前の廊下ですれ違った時、私が何かを感じて思わず振り向くと、彼も同じように振り向いて私を見ていたのです。永遠の一瞬？うまく説明できないけれど、そんな感覚でした。その瞬間、私たちは恋に落ちました。優斗が言いました。変なことを言うと思うかもしれないけど、僕は君と結婚すると思う。全然変なことだとは思いませんでした。私もそう思っていたからです。私は特に美しくもなく、健康だけが取り柄の普通の16歳でしたが、この時はまるで物語の主人公になったようでした。優斗は国立大学の合格も保証されているくらい優秀でしたが、学生結婚になるけど、愛理が高校を卒業したら結婚しよう。そんな風に言ってくれた直後、私の妊娠が判明しました。優斗にとっては大事な高校3年の冬のことです。大学には進まずに私と結婚して、私と子供のために働くと優斗は言いましたが、当然優斗のご両親には大反対されました。優斗の家はお父さんが大きな会社の重役でかなりの資産家のようでした。愛理さんはまだ16歳だぞ。高校はどうするんだ。一時の感情に流されるな。将来のことを考えろ。と優斗のお父さんに言われました。大学を卒業してから結婚を考えればいいじゃないの。苦労するのが目に見えているのに、その若さで結婚出産なんて、お母さんは反対よ。とお母さんにも言われました。大丈夫だ。私の知人の病院で処置すれば誰にも知られずに済む。お父さんにこう言われたとき、優斗と私は駆け落ちを決意したのです。母親になった今なら、優斗のご両親の言うことも気持ちもわかります。身勝手な話ですが、自分の子供からこんな話を聞かされたら、きっと私も反対するでしょう。でもその時の私たちには、二人で子供を産んで育てること、それ以外の選択肢はなかったのです。そして今でもその選択を後悔はしていません。両親に書き置きを残し、荷物をまとめてこっそりと家を抜け出し、東京へ向かいました。全く何のあてもなく飛び出したわけではありません。優斗が中学生の頃からネットで交流のあったスマホゲームのアプリを開発している知人を頼ったのです。嘘、優斗くんって高校生だったの？彼女も高校生？しかも妊娠してるって？なんてこった。私たちが頼った人は30過ぎの男性で、湊さんと言いました。参ったなあ。若いとは思っていたけど、20歳は過ぎてると思ってた。高校生だと知ってたらさすがに俺も止めたよ。かといって、ここまで来ちゃったものを見放すわけにもいかないしな。湊さんは頭を抱えながらそう言って、住居兼事務所のマンションに私たちを泊めてくれました。その上、アパートを借りる時の保証人にまでなってくれました。落ち着いたら必ずご両親に連絡だけはすること、という条件付きだったので、
私も優斗もお互いの両親にこちらの住所は書かずに、元気でやっています。探さないでくださいと一言だけ添えてハガキを出しました。優斗は湊さんのところでゲーム開発のお手伝いをすることになったのですが、じゃああのアイディアを出した時、優斗くんはまだ中学生だったんだ。すごいなあ。独学でここまでプログラミングできるなんて。と、湊さんが驚いていました。どうやら優斗は以前からゲーム開発に関わっていたようでした。私も事務所兼住居の掃除や食事の支度をすることになり、助かるよ。いつも外食かコンビニ弁当かカップ麺だから。と、湊さんは喜んでくれて、家にいる時に母の料理を手伝っていたことが役に立ってよかったと思うと同時に、両親のことを思い出して少し胸が痛みました。そして私と優斗は入籍し、夫婦になりました。結婚式も指輪も新婚旅行もなかったけれど、二人だけで小さなケーキを買ってお祝いしました。生まれた子供は女の子で、お互いの両親にも親子3人の写真をプリントしたハガキを送りました。毎年お正月には家族の写真を双方の両親に当てて出しました。湊さんのところの仕事はお給料はそんなに多くはありませんでしたが、アプリがヒットしたらボーナス出すから。という湊さんの言葉通り、2年後には結構な額のボーナスをもらうことができました。ちょうどその頃、私は2人目の子供を妊娠していたので、とても嬉しかったのを覚えています。2人目の子は男の子で、家族4人、慌ただしくも幸せな毎日でした。僕たちが惹かれ合ったのは、この子たちに出会うためだったのかもしれないね。優斗はそう言って、2人の子供たちを本当に可愛がり、それはかけがえのない幸せな毎日でした。ところが、家を飛び出してからもうすぐ10年になろうかという春のある日、突然優斗が倒れたのです。優斗が27歳、私が25歳。上の娘のみのりが8歳、下の息子のふみやが6歳の時のことです。急性骨髄性白血病でした。ごめんね、愛梨。僕はずっと君に隠してた。高校に入学する前、兄さんから提供してもらって骨髄移植をしたんだ。再発の可能性もあったけど、それを黙ったまま君と結婚した。本当にごめん。病院のベッドで優斗は私に謝りました。それを知っていたとしても、私はあなたと結婚したよ。優斗のご両親にも連絡を取り、ご両親とお兄さんが病院に駆けつけました。お父さん、お母さん、親不幸な息子でごめんなさい。兄さん、せっかくドナーになってくれたのにごめん。でも僕は後悔してない。この10年近く本当に幸せだった。それは愛梨と子供たちのおかげなんだ。お前から送られてくるハガキが本当に幸せそうだったから、それはわかってるわ。そう言ってお母さんが泣きながら優斗の手を握りました。愛梨、本当にありがとう。子供たちのことよろしく頼むね。みのり、ふみや、お前たちが大人になるのを見られないのは残念だけど、ありがとう。それが優斗の最後の言葉でした。悲しみに押しつぶされそうになりながらも、子供たちのためにしっかりしなければいけない。優斗のためにも子供たちをしっかり育てていかなければ。そう思いました。ご両親とお兄さん、東京に出てきてから知り合った仕事関係の人たちだけで簡単な葬儀を済ませました。優斗のご両親からは、子供たちと一緒に我々と暮らさないかと言っていただきましたが、私は実家に帰ろうと思っています。10年間も両親に心配をかけてしまったので、私がそう言うとご両親も納得してくれて、何かあったらいつでも言ってね、と
優斗のお母さんが、せめて優斗の代わりに孫たちの養育費を払わせてほしい。とお父さんが言いました。正直、この申し出はとてもありがたかったです。私も働くつもりでいましたが、中学しか出ていない私の収入で、子供2人を不自由なく育てられるだろうかと不安だったからです。義務教育が終わるまで助けてもらうことを決め、学校が長期休みの時は子供たちを連れて優斗の実家に遊びに行く約束をして、私は実家に戻りました。電話で両親には連絡してありましたが、10年ぶりに実家に帰ってきた私を両親は温かく迎えてくれて、母は、突然こんな可愛い孫が2人もできるなんて、と泣きながら子供たちを抱きしめてくれました。父が、お前もいろいろと大変だったんだな。よく頑張った。と言ってくれて、私も涙が止まりませんでした。ただ姉だけは、よくずうずうしく帰ってこれたわね。あんたが出て行った後、こっちはいろいろ大変だったんだから。そう言って、子供たちに笑顔さえ見せてくれませんでした。もともと3歳年上の姉と私は、あんまり仲のいい姉妹とは言えず、平凡な私に比べて、姉は美人で頭も良くて、子供の頃から私を見下して馬鹿にしているようなところがありました。私が家を出た時には有名私立大学に通っていましたが、同じ地元から進学した知人から、妹が16歳で駆け落ちしたと噂を広められ、とても迷惑したと責められました。その姉は現在29歳。地元の有名企業に就職して7年。30歳を目前に婚活に励んでいるようで、焦りもあるのか。あんたみたいなのが中卒で2人も子供を産んで、まともに育てられると思ったの？今更実家に戻ってこられても迷惑なだけよ。顔を合わせるたびに文句や嫌味を言ってきます。姉は私が家を出た後、私の部屋も自分の好きに使っていたので、私と子供たちのために部屋を明け渡すのも腹が立ったようです。そんな姉なので、子供たちも当然懐きません。長女のみのりは誰に似たのか気が強く、姉に対して、おばさんはお嫁に行かないの？などと微妙な話題を振ったりします。姉はおばさんと呼ばれるのをものすごく嫌がって、そのおばさんっていうのやめてくれる？いきなり姪だの甥だの言われても困るのよ。と大人げなく娘に言いますが、だっておばさんなんだからしょうがないじゃない。他になんて呼べばいいの？と言われて悔しげに黙り込んでいました。子供たちには転校することになってしまい申し訳ないと思ったけれど、案外すぐに新しい環境に慣れて、二人とも元気に学校に通っています。夏休みには優斗の実家に子供たちだけで泊まりがけで遊びに行ったりもしました。優斗のご両親とお兄さんは子供たちをとても可愛がってくれて、ちょっと甘やかしすぎかもと心配するくらい、いろいろなところに遊びに連れて行ってもらったり、欲しいものを買ってもらって二人とも大喜びでした。私が優斗の実家を訪ねると、ご両親やお兄さんは東京での優斗の話を聞きたがり、私も時を忘れて優斗の話をしました。優斗のお兄さんの名前はケントと言います。弟の優斗とはあまり似ていません。優斗は痩せすぎくらいに華奢でしたが、お兄さんはマッチョな感じで、顔立ちも眉毛が似ているくらいです。おっとりとしていて優しかった優斗に対し、お兄さんは快活で気が強いタイプです。話し上手でよく私や子供たちを笑わせてくれました。実家に戻って3ヶ月くらい経った時のことです。子供を2人も連れて戻ってきて働きもしないで、あんたたち寄生虫じゃないの。まあ働こうったって、中卒じゃろくな仕事はないだろうけど。姉にそう言われました。見かねた母が、愛理はちゃんと生活費を入れてくれているわよ。あなたなんか働き出してから1円だって入れてくれてないじゃないの。
愛する旦那さんを亡くして傷ついている妹にもう少し優しくできないの？そう言って姉をたしなめてくれました。そうなの？だって働いてないじゃない。姉が驚くのも無理はないかもしれません。実は私が実家に戻ってすぐ、優斗のご両親から養育費として私の通帳に50万円も振り込まれていたのです。しかも毎月この額を振り込んでくれるというので、そんなに受け取れません。と言ったのですが、ご両親からは、お金はあって困るものじゃないから、愛理さんは働きに出るより、優斗の分まで子供たちのそばにいてあげてほしい。そう言われてしまいました。優斗の分までと言われてしまうと、私もそれ以上何も言えませんでした。実家には私と子供たち3人分の生活費として15万円入れて、手元に5万円残して、残りの30万円は子供たちの将来のために貯金することにしました。具体的な金額を知っているのは母だけです。それにね、愛理は家のことも手伝ってくれてるわよ。料理や掃除だって私より働いてるくらいだわ。母にこう言われ、何よ、いいじゃない。私はもうすぐお嫁に行くんだから。反論がめちゃくちゃです。何がいいのかよくわかりませんが、お嫁に行くのだったら料理は覚えておいた方がいいと思うのです。お姉ちゃん、お嫁に行くならお母さんに料理習っておいた方がいいと思うよ。私がそう言ったのが勘に触ったのか。あんたなんかに心配されなくても、ちゃんと料理教室に通っているわよ。貧乏くさい料理なんか覚えなくてもね。姉がこう言ったので母も、貧乏くさい料理で悪かったわねと怒ってしまいました。ともあれ、婚活がうまくいっているのは喜ばしいことです。それから少しして姉の結婚が決まりました。3歳年上のお医者様だそうです。姉は珍しく上機嫌で私に言いました。ねえ、アイリー、悪いんだけど、あなた結婚式も披露宴も遠慮してくれる？地元の知り合いはあなたが駆け落ちしたことを知っているし、戻ってきたことを説明するのも面倒じゃない？両家の顔合わせにも来なくていいから。妹が中卒のシングルマザーだなんて恥ずかしいもの。いかにも見えっ張りな姉らしいと思いました。これには父も母も激怒しましたが、お医者様との結婚を決めた姉は強気でした。お父さんとお母さんには式に出てもらわなきゃ困るけど、結婚したら私はあちらの家の人間になるんだから、どう思われようと構わないわ。自分から親と縁を切るようなことまで言い出すのです。お父さんもお母さんも、私はいいから、親子喧嘩はやめようよ。私がそう言って取りなすと姉は、何よいい子ぶって。と吐き捨てて自分の部屋に引っ込んでしまいました。おばさんって性格ブスだよね。娘のみのりがわざと聞こえるようにそう言うと、父も母も黙って深いため息をつくのでした。私が家に戻ってからちょうど1年後、姉が結婚しました。姉がお嫁に行くことになって正直ほっとしたのは確かです。結婚して10日ほど経ったある日のこと、姉から電話がありました。新婚旅行のお土産を持ってそっちに行くわ。私はいいって言ったんだけど、主人が妹さんにも挨拶したいって言うのよ。私はいないことになってるんじゃないの？私はてっきりそう思っていました。新婚旅行の時、うっかり口が滑っちゃったのよね。まあ一生隠すなんて無理だと思ってたからいいのよ。もう結婚したしね。手に入れてしまったからもう取り繕う必要もないということでしょうか。おそらく姉は結婚前はかなり猫をかぶっていたのだと思います。その日は子供たち2人も含め家族総出で姉と姉の旦那さんがやってくるのを待っていました。ドアチャイムが鳴って母がドアを開け新婚夫婦をお迎えしたのですが、姉の旦那さんを見た途端、私はびっくりして声を上げてしまいました。
え、お兄さん？何よ、いきなり慣れ慣れしいわね。こちら、私の旦那様のケントさんよ。そして、これが初めましての妹と子供たち。妹は子供を産むしか能のない子だから無視してね。おバカが映るわ。上機嫌な姉がにこやかに、冗談のつもりなのか笑えないことを言いました。けれど、姉の旦那さんは姉を無視して私を見つめて言いました。ああ、やっぱり愛理さんだったんだ。そこに立っていたのは優斗のお兄さんでした。今なんて言った？優斗のお兄さんが姉に向かって低い声を出します。だから、この子バカな上にずうずうしいのよ。バカが映るから、ほら、あんたはもう引っ込んで。土下座しろ。お兄さんが絞り出すような声で言います。見れば、握り拳を作った手が震えています。ああ、そこまで言わなくても。でも彼がそう言ってるから、愛理土下座して。お前だ。土下座をするのはお前だ。今度ははっきりとした声で姉に向かってきっぱりと言いました。え？姉が何を言われたのかわからずに聞き返すと、土下座して謝ってくれないか？この人は僕の弟のお嫁さんだ。お兄さんが厳しい表情でそう言いました。何？どういうこと？亡くなった弟さんの？おじちゃんだ！娘も息子も優斗の実家で何度もお兄さんに会っています。遊びに連れて行ってもらったこともあってとても懐いています。君は言ったよね。恥ずかしいけど16で駆け落ちして子供を産んだ妹がいるって。変な男に引っかかった挙句に早死にされて実家に出戻ってきたって。その変な男は僕の弟だ。やだ、そんな、知らなかったわ。どうして顔合わせの時愛理さんがいなかったんだ？結婚式にも披露宴にも呼ばなかったんだ？それは、妹が中卒のシングルマザーだなんて言いづらくて。確かに、顔合わせの時に会っていれば、こんなややこしいことにはならなかったのにと思います。確かに、僕の弟も君の妹も無茶をしたと思うけど、弟は10年間幸せだったと言ってこの世を去った。弟を幸せにしてくれたのは愛理さんと子供たちだ。君は僕の弟まで侮辱したんだぞ。優斗のお兄さんの怒りは収まらず、姉は涙目になっている。ごめんなさい。だって、そんな、知らなかったから。さっきだってそうだ。自分の妹に対してあんなことを言う人と、この先やっていく自信がなくなったよ。お兄さんの怒りは収まる様子がありません。嫌よ、そんな。私も悪いところは直すから、そんなこと言わないで。姉も必死です。ようやく捕まえたエリートのお医者さんの旦那様を失うわけにはいかないのでしょう。しかしその旦那様は、しばらく頭を冷やしたい。お父さん、お母さん、愛理さん、こんなことになって申し訳ない。また後日改めて話をしたいと思います。そう言って、泣きながらすがりつく新婚の妻を振りほどいて帰ってしまいました。残された私も両親も呆然としてしまって、姉にかける言葉がありません。自業自得とはいえ大変なことになったわね。母がため息をついてそう言いました。姉はずっと泣き続けていて、さすがに少し気の毒になりました。性格がいいとは言えない姉ですが、根っからの悪人というわけではないのです。ねえ、愛理、私が悪かったわ。なんとか取りなしてもらえないかしら。お願いよ。普段強気の姉に泣きながらそう言われては断れません。翌日、私は優斗の実家に行って話をすることにしました。うちの息子たちはよっぽどあなたたち姉妹と縁があるのね。優斗のお母さんがそう言いながら紅茶を入れてくれました。
お兄さん、私のことは気にしなくてもいいです。姉は気が強くて見えっ張りで自分勝手だけど悪い人間じゃありません。妹としては幸せになってほしいと思ってるんです。もう少し様子を見てあげてください。私がそう言うと、お兄さんはとんでもないことを言い出しました。こんなことを言うべきじゃないのは分かってるけど、僕が愛理さんのお姉さんと結婚を決めたのは、お姉さんが愛理さんに似ていたからだと思う。え？私だけでなく、これにはご両親も驚きました。この一年、愛理さんや子供たちがここに来るのが楽しみだった。でも、愛理さんが弟のことを思っているのは分かっていたから、諦めるつもりで結婚を決めたんだ。突然こんなことを言われても、どう反応していいのか分かりません。姉とはあまり似ていないと思いますけど。似てるよ。笑った時の目元とか声とか。それでなんかいいなぁと思って結婚を決めたけど、間違っていた。愛理さんが弟を忘れるまで待てばよかった。忘れませんよ。私は優斗を忘れません。でも、愛理さんだってまだ若いんだし、子供たちも僕に懐いてくれてるし、僕が弟の代わりに君たちを幸せにしたいんだ。ごめんなさい。あの子たちの父親は優斗だけなんです。お兄さんには優斗の兄として好意は持っているけれど、それ以上の気持ちはありません。ケント、あなたの負けよ。どんな経緯があるにせよ、結婚したばかりで、その人の妹にプロポーズするなんて非常識でしょ？お母さんにそう言われ、お兄さんはしゅんとしてしまいました。こいつは昔からちょっと自分勝手でせっかちで、相手の気持ちを考えないところがあるからな。お父さんにまで手厳しい意見を言われて、お兄さんはますますしゅんとしてしまいます。優斗は本当に優しい人で、あの人が怒るところを一度も見たことがないんです。人を悪く言うことも一度もなかったし、でも、あの時お兄さんが姉に怒ってくれて嬉しかったです。私のことは何と言われてもいいけど、優斗を悪く言われるのは我慢できなかったから、ありがとうございました。私がそう言うと、お兄さんは力が抜けたようになり、やっぱダメか。と情けない声でそう言いました。当たり前でしょ？それにこんなことで離婚したら、愛理さんや子供たちへの風当たりが今までより強くなるじゃないの。お兄さんから姉の私に対する態度を聞いていたらしく、お母さんが私の気持ちを代弁してくれて助かりました。気が強くて自分勝手って、ケントとよく似ているじゃないか。似た者夫婦でうまくやっていけるさ。愛理さんのことは諦めろ。お父さんまでそうフォローしてくれて、なんとか姉の離婚は阻止することができそうでした。安心してね、愛理さん。私がお姉さんの性根を叩き直してあげるわ。お母さんがにっこり笑ってそう言いました。いつもは優しいお母さんの意外な一面を見た気がします。ありがとう、愛理。いろいろごめんなさい。感謝してるわ。姉はそう言って嫁ぎ先に戻っていきました。結婚前は実家と縁を切る勢いだった姉ですが、最近割と頻繁に実家に顔を出します。しかも私や子供たちの好きなケーキやお菓子を手土産にして。今までだったら考えられないことです。姑さん、優しげに見えてすごい厳しいのよ。姉はもっぱら、嫁ぎ先での愚痴をこぼしに来ているのです。お母さんの宣言通り、姉は性根を叩き直されているみたいです。あなたには厳しいお姑さんくらいでちょうどいいわよ。と、母はやや冷たい対応ですが、離婚せずに済んだことは喜んでいます。旦那さんとは気の強い者同士、よく派手な夫婦喧嘩をするみたいですが、それなりにうまくやっているようで安心しました。本音を言えば、
私はいきなり自分の妻に土下座しろという男の人とはうまくやっていけないと思っていたので、多分姉と義兄はお似合いなんじゃないかと思います。それから少しして、東京の港さんから新作のゲームが完成したと知らせがありました。優斗が最後に関わっていたゲームです。早速ダウンロードして、みのり、ふみや、これお父さんが最後に作っていたゲームだよ。そう言って子供たちにゲーム画面を見せました。そのゲームには女の子と男の子の兄弟が出てきます。名前はみのとふみ。そう、私たちの子供2人がモデルなのです。お父さんが作ったの？すごいね。これ、僕とお姉ちゃんなの？すごいね。子供たちが驚いてゲーム画面を見つめます。優斗の愛がたくさん詰まったゲームですが、プレイしていると泣いてしまってなかなか先に進めませんでした。ゲームをクリアした時に表示されたのは、ありがとう。優斗の最後の言葉と同じでした。こちらこそありがとう。あなたと出会えて幸せでした。